ドアハンドルをつかむたびに手がベタベタになるのだ。もう終わりだよ、この車。このベタベタの原因はゴムの加水分解。ゴムの中の油分が溶け出してベタベタしているのだ。アルコールで拭けば一時的にベタつきが抑えられるけど、素材の劣化は加速したままなので、根本的な解決は交換しかないのだ。サバ4匹。は？カーボン柄のドアハンドル。アマゾンで4本3000円ほどで買えるのだ。純正の販売は不明だが、海外サイトを見ると4、5万円はしそうな感じ。純正だとまたベタベタになるけど、これはゴムがないのでその心配はない。ドアハンドルは内張りとくっついているので、まずは内張りを外す。ドアハンドルの下側に穴が開いている。この穴から突っ込んで銀色のカバーを外していくのだ。もう一つここにも穴があるので、ここにも突っ込んでいく。内張り剥がしで少しずつ浮かせて隙間を作っていくのだ。あまり力をかけると傷がつくので、ここは慎重に少しずつ。これが取り外したパーツの裏側なのだ。金具で挟まれて固定されているだけ。じわじわ浮かせていくのが正解だと思うのだ。次にドアのボディと固定されているネジを外していく。こことここの2箇所。トルクスのネジだし、しかも深いので長めのドライバーが必要なのだ。内張り剥がしを使って力ずくで外していく。かなり硬いので手がめちゃめちゃ痛いのだ。傷がつかないように内張り剥がしにマスキングテープを貼っておいたのだ。内張りに配線がついているので外していくのだ。まずはカーテシランプ。続いてウィンドウスイッチ。裏から押し上げながら引っ張り上げる。カプラーを外すのだ。あとはアンビエントライトの配線も外して、ドアワイヤーを取り外せば完了なのだ。説明書もないので取り外し方を考えているのだ。わからん。勘でやってみるのだ。ドアノブの固定を外していくのだが、ネジとかではなくプラスチックを溶かして固定してあるのだ。どうやって取るんや。できなくはないが時間がかかるのだ。多分これが正解のようです。
のだ。外すところを間違えた。本当はこの奥を外さないといけなかったのだ。これはひどい。マイナスドライバーでほじくるのだ。こんな感じで削り落とすことができた。頼む、取れてくれ。あっさり取れたやん。内装を止める金具を移植するのだ。止まっていた箇所と向きを正確に移植しないと内装が戻せなくなるのだ。移植は全部で5箇所。そうしたら取り付けていくのだ。左右、フロント、リアで4つすべて形状が異なるので付け間違いは起きないはず。付属していたビスで固定していくのだ。間違って穴を開けてしまったところも埋めておく。適当なネジで固定しておいた。内装をドアに戻していくのだ。まずはドアワイヤーを取り付け、ウィンドウスイッチのハーネスを取り付ける。お分かりだろうか。撮影しながらドアパネルを宙に浮かせハーネスを固定しているのだ。ハーネス類をすべてつないだらパネルをはめていくのだ。ドアロックの棒が落ちる。やっと1箇所ができた。2箇所目以降はこの反省を生かして最適化した手順を紹介するのだ。試行錯誤の末、これが Y の考える最もスマートな作業方法なのだ。まずは穴に突っ込んで少しだけ浮かせる。中央の穴からも突っ込んで少し浮かせる。
焦らず少しずつ浮かせるのがコツなのだ。これは結構手が痛いので軍手などをした方がいい。ハーネス類を外すのだ。ネジ穴の数と配置は、ネジ穴の数と配置は、開けなくてもいいところに穴を開けてしまったり、そういう小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。穴開けはマイナスドライバーが一番早いが、電動ではなく手でやる方が早かったのだ。運転席ほど使用頻度が高くない助手席でもベタベタがひどいのだ。経年劣化が原因なんでしょうね。金具を交換品に移植したら戻していくのだ。ドアワイヤーを取り付ける。電装のハーネス類を戻していく。アンビエントライトは固定が弱いのでマスキングテープで補強しておくといいでしょう。ドアパネルをはめていきます。これは爪が折れたり傷をつけたりしたくないので慎重に取り付けましょう。最後に動作テストして問題なければ終了なのだ。ゴムはなくなって少し硬くなったけど、もうベタベタには戻りたくないのだ。 BMW 取り外したのがこちら。手に張り付くぐらいだし見た目も汚かったので交換して正解ですね。ドアハンドルの商品は概要欄にリンク貼っておきます。同じ症状の方はこの動画を参考に交換してみてください。このチャンネルは車の DIY やメンテナンスなどの動画を投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。